リーディングライブ？了解。それじゃみんな行くよ。私何か予定があった気がするわ。お仕事なんですか？私ボランティアでもやりたいな。子供たちへの読み聞かせ。それで何をやったらいいんですか？それで何をやったらいいんですか？クリスマスの鐘？知ってるのアイリー？今ナレーションのレッスンのテキストなの。マネージャーさん、アイリナレーションやりたいです。苦手です。でも今特訓していてやってみたいんです。もちろん。いいと思います。何ですか？厳しい人？怖い。重い？マネージャーも当日来るんでしょ？不安だな。わかりました。ねえちさ、前座で漫才やろうよ。何よいきなり。ちさツッコミね。待ちなさいっておかしいでしょ。お、早速突っ込んだ。さすが。必要ある？漫才なんて。いいんじゃない？漫才。笑わない児童館を笑いの渦に巻き込むってことでしょ？その通り。今ハードル上がったの気づいてる？っていうことでちさ、ネタ書いて。なんで私なのよ。お願い。ちさにしか頼めない。子供たちのためじゃん。はいはい、わかったわよ。書くわよ。書きます。ゆうきもちゃんと手伝ってよね。サンキューちさ。ところでアイリー、クリスマスの鐘ってどういう話なの？クリスマスの鐘が鳴るの。わお、メリークリスマスでしょうね。タイトルからして鐘は鳴るでしょ。ずーっと鳴らなかった鐘が最後にやっと鳴るの。なんで？兄弟の純真な心に神様がおぼし飯をくださるの。ほーん、それどの辺が笑えるの？笑いを求める話じゃないと思うけど。多少のアドリブは入れていいよね。ゆうきちゃんの多少って大丈夫かな？多少ならね。でもほら、声優としてなんだろう、できることはあると思うよ。
おば、こんな素敵なクリスマスパーティーに呼んでくれて本当にありがとうございます。これから私たちが皆さんに披露するお話はクリスマスの鐘というとっても素敵なお話です。この日のために一生懸命練習してきました。最後までゆっくりお楽しみください。皆さんはフェアリーフェアリンってアニメ知ってる？私たちはそのアニメの声優をやっているお姉さんたちです。あれ？反応薄いな。声優って聞くと華やかなイメージを持っている人いませんか？まあ今人気の職業ですからね。でも普段は暗くて狭い洞窟みたいなところで仕事してるんですよ。スタジオね。まあ確かに閉塞感はありますよね。たまにはこういう日の当たる場所で仕事するのもいいですよね。言い方変でしょう。でも本当にありがたいですよね。こんなたくさんのお客さんに見ていただけるのは。この前なんかスタジオ入ったら重い扉を二重に閉められて閉じ込められちゃって。それ防音のためだから、普通だから。どこからともなく声が聞こえるんですよ。今日はよろしくお願いします。監督の声がスピーカーから聞こえてるだけ。普通の挨拶だし。さらに怖い声が聞こえてきたんですよ。もっと感情を込めて。ただのダメ出しでしょう。いい加減にしなさい。どうもありがとうございました。全然ウケてない。と、まあ前置きはこのくらいにいたしまして。面白い。いいねいいね。もういいから今のは忘れて。ごほん。では早速始めましょう。クリスマスの鐘。気を取り直して集中しなきゃ。ごほん。では早速始めましょう。クリスマスの鐘。昔々あるところに仲の良い兄弟が暮らしていました。弟のアントニオは教会のクリスマスパーティーに行くのが夢でした。お兄ちゃん、教会のクリスマスパーティーってとっても賑やかなんだろうね。でも僕たちにはお金がないから行けないよね。僕たちなんかどうせダメだよね。ゆうきちゃん、漫才が滑って落ち込みすぎだよ。アントニオは明るいキャラクターなのに。ほらアントニオ、銀貨をやるから行っておいで。でもお兄ちゃん、この銀貨は明日のパンを買うお金。大丈夫だよ。だって明日はクリスマスだもの。派手に行こうぜ。ゆずはちゃん、お兄ちゃんのキャラ明るすぎ。それにしても児童館の子たち、なんで無反応なんだろう。そういえばマネージャーさんが言ってたっけ。お客さんが硬いのは仕方ない。集中しないと。その町の中心には天高くそびえる教会がありました。そしてその教会の鐘にはクリスマスの夜にしか鳴らないという言い伝えがありました。山を描くようなイントネーション、微濁音に気をつけて、助詞は伸ばさず語尾下げる。
その鐘の音を聞けば、貧しい人も富める人も誰もが等しく幸せになれる。常に一行先を見て、終わりに向かってよく粘る。しかし、ここ何十年もその鐘の音を耳にした人はいません。よし、練習通りできてるぞ。お客さんは静かだけど、きっと集中して聞いてくれてるんだよね。いい調子。あれ？ちさちゃん、セリフだよ。ちさちゃん、長老ジョセフのセリフだよ。気づいた。早くセリフ言って。会場がざわざわしてきた。わしが子供の頃は毎年鐘が鳴っていたのだがのう。ああ、またあの美しい鐘の音を聞いてみたいものじゃのう。ちさちゃん、やっと気づいてくれてありがとう。何がよ。愛理、一行飛ばしてない？進まないから読んじゃった。愛理のナレーション待ってたんだよ。ごめんなさい。町一番の長老ジョセフはこう言いました。ジョセフ、ジョセフ。読んだかのう。ジョセフ、おおジョセフ、おかえりジョセフ。待っていたよ。ところで話ってなんだい？お前さんに話なんてないがのう。ジョセフが子供の頃は鐘が鳴っていたんだよね。鳴ってたのう。それは美しい鐘の音だったんだろうな。そうじゃのう。僕も聞いてみたいな。そうじゃが、あんた誰じゃ？長老ジョセフの記憶は曖昧になっていました。それほど長い期間、鐘は鳴っていなかったのです。なんとか元に戻ったかな。あれ、笑われてる。呼吸だ。呼吸をするんだ。口角を上げて滑舌よく。さて、ペドロ兄弟の住む家はその教会のある町からはだいぶ離れた山の中にありました。さあゆうきちゃん、弟のセリフだよ。もう漫才のダメージは消えたよね。にやり。鳴らぬなら鳴るまで待とう鐘の音。拙者クリスマスの妖精でござる。クリスマスの妖精だ。妖精がこの町にやってきたよ。ちょっと何が始まったの？わかんないけど面白そう。It's showtime。もしかしてこれがゆうきちゃんの言ってたアドリブ？さあ皆の者踊るのじゃ。宴じゃ。ふう。さあみんな立ち上がって踊ろう。ちょっとゆうきちゃん、何が始まったの？宴、
みんな退屈そうだから。そんなことないよ。集中して聞いてくれてるよ。さっきくすって笑ったじゃん。今こそ漫才の借りを返す時だよ。さあみんな手を叩いて。ちさちゃんまで。ちょっとだけ。だって子供たち見てよ。みんな笑い始めたよ。やっぱり漫才で滑ったこと気にしてたんだ。これじゃ物語が台無しになっちゃう。なんとかしなきゃ。アントニオは賑やかなクリスマスパーティーに憧れていました。メリークリスマス。そうです。こんな楽しいパーティーをいつか経験してみたいと思っているのです。こうしてアントニオは楽しいクリスマスを過ごしたのでした。ゆずはちゃん、お話終わっちゃう。いいじゃん。だってみんなノリノリだよ。イエーイ。どうしよう。なんとか主人公を教会に向かわせなきゃ。と、アントニオはベッドから飛び起きました。今のは夢だったのです。こんなクリスマスパーティーに一度でいいから出てみたいなぁとアントニオは思いました。兄弟の帰る場所。そう、それは町の教会。2人は教会に向かうことにしました。どうしよう。客席が荒れてきた。と、その時です。激しい吹雪がやってきました。ビュービュービューン。さちゃんも戻ってきてくれた。吹雪はさらに激しさを増し、兄弟の家は吹き飛ばされてしまいました。僕たちの家がお、受けたぞ。家がなくなっては仕方がない。教会に行くしかない。よしお兄ちゃん、なけなしの銀貨1枚きりだけどこれを握りしめて教会へ向かおう。そうしようアントニオ。さあ出発だ。こうして貧しくも仲の良い2人の幼い兄弟は教会へ向かうことにしました。はあ、やっと本線に戻った。次は兄弟と生き倒れた女性が会うシーン。ナレーションの技術を思い出して仕切り直さないと。吹雪の中、生き倒れている女性。この女性とのやりとりで兄弟の美しい心が描かれるシーン。兄弟は激しい吹雪の中、教会へ続く森の中を歩いていきました。すると道端に一人の女性が倒れているではありませんか。苦しい。どうしました？実は病気で苦しくて吹雪の中前に進めなくなっているの。それはいけない。私がおぶって家まで送って差し上げましょう。お兄ちゃん、教会へは行かないのかい？教会には行きたいが困ってる人を見過ごすわけにはいかない。お前一人で教会へお行き。さあアントニオ、この銀貨を持って。分かったよ。
じゃあ行ってきます。何？客席がまたざわついてる。確かにな。あれ？ゆうきちゃんの目の色が変わった。ただいま。どうしたアントニオ？教会へ向かったはずじゃ。なんか二の足を踏んだんだ。お兄ちゃんも教会へ連れて行くべきかなって思って。まずいよ。お兄ちゃんはそんな優しいアントニオの背中を押して再び教会へと向かわせました。背中を押すなよお兄ちゃん。僕も一緒にその女の人を連れて行くよ。なんてアントニオは優しいでしょう。ですがお兄ちゃんは力ずくでアントニオを教会へ向かわせます。力ずくは嫌だよ。二人で抱えた方が早いだろ。な、そうしよう。お兄ちゃんは一向に構わないが、ナレーションの人がどう思うかだよね。ナレーションの人、どう思うんだい？話を元に戻してほしいと思います。払われちゃったよ。とにかくアントニオくんは一人で教会に行った方がいいんじゃないかな。ありがとう、ちさちゃん。いや、とにかくこのおばちゃんを送ってから行くことにするよ。さあ行こう。おばちゃんってちょっと心外だわ。お姉さんでしょ。ちさちゃん、そんなとここだわるところじゃないよ。お姉さんち遠いのよ。教会のパーティー終わっちゃうよ。それは困ったな。でも自分の欲を叶えるために行動していいんだろうか。余計な葛藤をしないで。アントニオは純粋であればいいんだから。お友達のみんなに聞いてみたらどうかな。お友達のみんなって？目の前にいるだろ。なるほど、そうか。お友達のみんな、僕はこのおばちゃんを送った方がいいと思う？知らない人にはついていっちゃダメだよね。客席の空気が変わった。お寿司？さっきと話が違うな。よし、お兄ちゃん、イカのお寿司だ。僕は教会に行くことにするよ。そうか、アントニオ。お兄ちゃんもこの知らないおばちゃんには十分警戒して任務を遂行するよ。なんだか申し訳ないわね。あとしつこいようだけどお姉さんだから。そんな、前にも後ろにも行けなくなっちゃったよ。どうすればいいんだろう。お兄ちゃんが女の人を助けないと物語が成立しないし、なんとか弟のアントニオだけを教会に行かせないと。
スマホが鳴ってる。アイリアイリ。何？ソーリー、私の電話。緊急だと思うの。じゃあ仕方ないか。こら、仕方ないわけないでしょ。アントニオ、お兄ちゃんに提案がある。なんだい？ここで祈ろう。そして鐘を鳴らしてハッピーエンドだ。雑。終わらせ方雑よ。お兄ちゃん、3人で一緒に教会に行かないか？どういうこと？そうすればお兄ちゃんもパーティーに参加できるし、教会には大人がたくさんいるから、そのおばちゃんだって悪さはできない。お姉ちゃん、悪い人じゃないんだけど。悪者はみんなそう言うんだ。とりあえず今は無理ってメールしとく。なんだって？お兄ちゃんも教会のパーティーに行くことにするよ。私、病気で苦しいんだけど。2人でおぶっていくよ。僕たちは今までずっと力を合わせて2人きりでやってきたんだ。これからもずっとそうさ。どうしよう、物語がぐちゃぐちゃになってく。せっかくあんなにナレーションの特訓したのに。アイリ、アイリ、大丈夫だよ。このまま行こう。ちさちゃん、でもどうやって？アイリはナレーションなんだから、神の声なんだから。アイリが言った言葉には逆らえない。ずっと逆らわれてるけど。大丈夫、きっとうまくいくはず。このまま進むわよ。ナレーションの立ち位置は他の登場人物とは違う。物語世界を俯瞰して見る神の視点を持っているのだ。ナレーションの極意の本にそう書いてあったけど。そうしてペドロたち3人は教会へ向かうことになりました。みんなでレッツゴー！盛り上がってるかーい？イエーイ！寝る間も惜しんで、この時のために頑張ったのに、なんでアイリだけ笑われて。アイリだってもっと観客を喜ばせたい。アイリだって。その頃教会では町の人々が集まって、なんとか鐘を鳴らそうと競うように貢ぎ物をしていました。そんな町の人々の様子を見ながらジョセフおじいさんは言いました。いくらお金を払っても無駄じゃて。今までも皆たくさんの貢ぎ物をしてきたんじゃ。しかしあの鐘の音を聞くことはとーんとなかった。そんなにお金があるのに、これ以上何を望むというんじゃ。やれやれ困ったものだ。この人間の欲深さに神はお怒りなのだろう。今年も鐘が鳴ることはなさそうだ。いまいましい人間ども。アイリ？鐘の音を聞きたくば、お主らの命を捧げるのだ。
わしは悪の化身、大魔王だ。この会場を占拠しに来たのだ。ちょっと、愛梨、どうしたのよ。せっかく順調に流れてきてたのに。ダメだ。愛梨、変なゾーンに入っちゃった。待てー！悪の化身大魔お前は誰だ？王！俺は正義のヒーロー、貧しい兄弟アントニオだ。貴様がアントニオか。しかし今頃来ても遅いわ。教会の金ごとわしが奪ってやる。ちょっと、二人ともやめて。お前の好きにはさせないぞ。正義の鉄拳受けてみよう。はっトん、そんな攻撃かゆくもないわ。ン！おばちゃん、魔法を使って大魔王を倒して。だから、おばちゃんじゃないって言ってるでしょ。このネタ 100% 受けるね。受けなんていいから、物語を元に戻して。この金は誰にも渡さない。何？愛梨。この物語誰にも譲らない。この世界は私のものだ。どうしたアントニオ、もう攻撃は終わりか？会場のみんな、僕を応援してくれ。よーし、勇気が湧いてきたぞ。さあどうする？勇気が湧いただけだ。何もしない。威張って言うことじゃないでしょ。おー、入れ食いだな。今何やってもウケるぞ。そうだ、こういう時はドラゴンを呼ぶんだ。わお、呼ぼう呼ぼう。何言ってるのよ。そんなの無理に決まってるでしょ。ドラゴン。そうよ、飛べればいいのよね。そうよ、銀貨よ。アントニオが持ってるこのなけなしの銀貨。これをどうするの？おばちゃんがこの銀貨に魔法をかけて天高く飛ばせるようにしてあげるから。アントニオはこの銀貨を金に向かって思いっきり投げるの。なるほど、銀貨で鐘を鳴らすってことか。鐘が鳴りさえすればきっとみんなの思いが叶うはず。そうすれば大魔王だってきっと救われる。なるほど、グッドアイデアだね。どう？これでハッピーエンドになれるんじゃない？会場が水を打ったように静かになっている。ずっとヤジを飛ばしていたあの子の目。次の瞬間、愛梨が何を言うかに釘付けになってる。あの子だけじゃない。この会場全体が物語の結末を待ってる。そんな重要な問題？こんなはちゃめちゃな物語。でも、世界中の関心が今、愛梨に集まってるみたい。あれ？愛梨、今、客席が見えてる。このライブが始まった時は、緊張で台本から目を離すことなんかできなかったのに。愛梨たちが、本当に悩み、本当に葛藤し、本当に純粋に語るときに、お客さんは、今はわかるよ。
今、この会場にいるすべての人が望んでること。そう。鐘を鳴らすんだ。クリスマスの鐘を。アイリーン、どうする？魔法使いは、銀貨に魔法をかけました。あ、ピピティパピってプー！そしてアントニオは、その銀貨を力いっぱい、天にそびえる鐘に向かって投げました。届けー！すると、すると鐘は鳴ったの？鳴らなかったの？どっち？それでも鐘は鳴りませんでした。どういうこと？どうして？おい大魔王！俺たちの鐘を返せ！みんな、気づいて。クリスマスの鐘は力ずくで鳴らせるものなの？それは魔法を使って銀貨を投げて鐘が鳴りさえすればそれでいいの？クリスマスの鐘を鳴らせるのは純真な心だけ。私たちが本当に世界の幸せを願った時、その時初めて鐘は鳴るの。みんな、人々の幸せを本気で願ってみて。お願い、鳴って。頼む。マイゴッド。本当に教会の鐘が鳴ってる。すごい綺麗な音。やったぞー！こうして自らの祈りによって幸せをつかんだ人々はいつまでも幸せに暮らしましたとさ。以上、エールブルーによります。クリスマスの鐘でした。みんな楽しんでもらえたかな？ありがとう。メッシー。また会おうね。あれ？ゆずはパーティー行かなくていいの？なんだか疲れちゃったから。もう何よ、本番中散々焦らせといて。それに今夜はみんなといたくて。そういうことならまあね。面白かったな。そうだね、あたふたしたけど。よっしゃー！やったぜ！奇跡を感じたのはアイリたちも一緒だね。最初の漫才の時はどうなるのかと思ったよ。そう？面白かったよ。全然受けてなかったじゃん。
子供たちみんな戸惑ってただけだよ。いやー、笑いってのは難しいよね。そうだ、私のことみんなさ、おばちゃんって呼んでたでしょ。あのネタが一番ウケよかったよね。ネタじゃないから。ちさ、最後は自分のこと指しておばちゃんって言ってたよ。そうだっけ。ごめんね、みんな。どうしたのよ、突然。愛理、前半硬くって波に乗れなくて。落ち着いててすごいなって思ったよ。愛理が土台を築いてくれたから、私たち安心して自由にできたんだし。勇気は自由すぎよ。いえ、すべてアドリブなんです。あれはアドリブじゃないわ。あれはライブよ。本当に今文章に起こせって言われても書けないと思います。あの瞬間、あそこにいた4人じゃないとできないことでした。クリスマスプレゼントじゃない？一足早い奇跡のプレゼント。そうだね。表現はまだまだ拙いかもしれないけど、今ここにみんなといられること、それ自体が愛理にとっては奇跡なんだ。よーし、じゃあクリスマスパーティー始めちゃおっか。いいね。メリークリスマス。メリークリスマス。ありがとう、みんな。